かつて国家というものは自国の未来に投資するものだった。けれど令和のどこかで日本は少し方向を見失ったらしい。博士課程に1000万円の無償支援。目的は国力回復、実際は中国人支援。日本の話ですよ。それではホワイトハウスの知性と怒号をお楽しみください。レオ、この日本の政策、これはつまり我が国の頭脳流出を他国に依存して管理するって新しい形の安全保障戦略か。天才を育てて送り出す先が共産党本部、天才育成センター北京支部。いや、それ以前に自国民はバイトで生活費を稼ぎ、留学生はタダで博士号。この対等感のなさ、ほぼ宗主国と属国の関係だ。4125人中、中国人が2904人、7割以上が無償支援対象って、もう選抜じゃなくて譲渡だ。しかも返済不要。大統領、これアメリカでやったら FOX ニュースが3日3晩ファイアウォール超える勢いで起こるぞ。FOX ニュースどころか、サンダースがラップバトル挑んでくるぞ。公金で外国人を養って国民には我慢強くなれって。レオ、これ我々が過去に提案したどの無策よりひどくないか。ああ、こんなにまっすぐ国民軽視を突っ切った政策は見たことがない。しかも大学の裁量で選べますって。大学は公営兵キャンパスか。政策目的は国力強化って書いてあるけど、フォントの横に冗談ですって小さく入ってるだろう。そもそも国民の理解は得られない。わざわざ言うなよ。そんなこと。それは火をつけた家の前でやっぱ煙って出るもんですねって言ってるのと同じだ。そして極めつけがこれだ。中国共産党はすでに日本を中国の土地とみなしている。おい、レオ、これは一体いつから国家運営が自国民への陰謀論テストになったんだ。次は日本列島にいる日本人が邪魔ってさ。政策議論というよりアノニマス掲示板の書き起こしじゃないか。けど不思議と現実の政策がその書き込みに合致していくあたり、これはある意味で現代版の完成怪文書だ。いや、むしろこれは政策に見せかけた全力の現実逃避だ。1000万円の公金を使って未来を買うなら、せめてその未来が自国に残る保証をつけてからにしろ。こうしてまた地のインフラとやらは他国に明け渡され、自国の学生は奨学金という名の借金で沈んでいく。知ってるか。日本の若者の博士進学率 OECD で最下位だ。そりゃそうだろう。金ないしどうせ中国人が通るんでしょうって。あらゆる選択肢を検討します。そろそろこのフレーズ、意味をとりあえず何もしないに変えたらどうだ。日本が選ぶ静かな属国路線。これで納得する国民なら、いっそポストにご成功機でも立ててくれ。そしたらこっちは日米安保の更新書類、シュレッダーかけるから。外交も経済も教育も国というのは自国民を信じているかどうかで決まる。信じないなら支配されるしかない。それが国の終わりってやつだ。公金は誰のためか。ホワイトハウスの皮肉と怒りに日本の知恵と誇りはどう応えるのか。